ヨガとサンキヤの話です。マニアックな内容になってきましたね。気楽に聞いてくださいね。こんにちは。マハリス総合教育研究所群馬オフィスで超越瞑想を教えている森正也です。今日はヨガとサンキヤについて話をします。ちなみに私は超越瞑想を教えているのですが、超越瞑想のやり方、仕組み、うまくできるコツなどは熟知していますが、ヨガの話やサンキヤについては専門家ではありません。用語とか大体の内容を知っている程度です。私の動画はそういう感じの知識です。普段の生活でヨガとかサンキヤとかを意識しているわけではなくて、普通に生活しています。この動画を見ていない人は私のことは普通の人と認識していると思います。いや、普通の人以下かもしれません。それはともかく、このヨガやサンキヤの知識は何かの役に立つのかというと、知っていた方が人生を楽しめると思います。東京から大阪に行くのに、新幹線で行くか、バスで行くか、飛行機で行くか、それぞれの特徴は何かなどを知っていると楽しめます。またそういう知識によって快適に過ごすこともできます。このバガバットギーターの本の第2章、施設38では、サンキヤについて書かれています。読んでみますね。人生の滅と不滅の両面についての知識を得れば、視野が広がり、通常の日常生活の限られた範囲を超えたところまで見通すことができるようになります。ということで、サンキヤとは知識のことですね。特に人生の滅と不滅についてです。それに対してヨガというのは、真実の本質を経験する直接的な方法です。一般的にはヨガというと、いろいろなポーズをとって健康になるとか体幹を鍛えるというイメージがあるかもしれませんが、それはハタヨガというヨガの種類です。ヨガは合一、すなわち悟りへの道です。ちなみに超越瞑想を学ばれた方には、ヨガの体操法を学ぶコースがあります。超越瞑想はそれだけ実践していればいいのですが、もっと早く進化したいという場合には、例えばアーユルヴェーダと言われる健康法、ヨガの体操法、スタパティア・ベーダと言われる建築学など、いろいろな知識によって快適な生活を送ることができるようになります。今回の話のヨーガとサンキヤについてですが、ヨーガについてはこのバガバットギーターの第2章、施設45から48、サンキヤは同じく第2章の施設12から15のそれぞれ4つの施設にまとめられています。これら2組の4施設にバガバットギーターの英知の要点が説かれています。他の施設は全てその延長に過ぎないということです。と、ここまで話をしましたが、別にヨガについて知りたいと思わないし、サンキヤって何？食べられるの？それって美味しい？っていう感じかもしれません。どうでもいいっていう人もいると思います。これはですね、普通に生活している分には必要がない知識かもしれません。知的好奇心は満たされますけど、実はですね、超越瞑想を実践していると、至福感を直接的に体験するようになります。それはとても大きな満足になるんですね。そうすると、今までいろいろなものに喜んでいたのに、その感動が薄くなったように感じます。あれ？今までこれがすごく幸せだったのに、なんだか昔ほどではないなということですね。ここだけ聞くと、なんだよ、瞑想をずっとしていくと、今まで楽しく思っていたものがつまらなくなるのか。そうするとこの人生で楽しいものがどん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 なくなるってことって思うかもしれません。しかしそこだけ見るとそうですけれども、実際はですね、
例え話をしてみます。いつも美味しいと思って食べていたお菓子があったとします。そのお菓子を食べるたびにあなたは幸せでした。それである時、それよりももっと美味しいお菓子を食べたとしましょう。そうすると、今までのお菓子よりも大きな満足を得られるようになります。はい、そうです。今まで楽しかったものが楽しくなくなるのはどういう状況か、もうお分かりですね。もっと大きな楽しみ、喜びが手に入ったからです。ちなみに先ほどのお菓子の話ですが、自分の好きな人と食べた思い出とか、食べたいのに買うことができなかったという思いとか、そういう感情に訴えかけるようなシチュエーションはまた別の話です。思い出とか自分の気持ちは大切にしましょう。それとは別に、普通に喜んでいたものについて、それがあなたの中でそれほどでもなくなるというのは、もっと大きな喜びを手に入れた時です。そしてその喜びこそがあなたの中の至福意識になります。つまり自分の内側の喜びがとても大きくなると、他からのものではそれほど喜ばなくなるということです。で、このバガバットギーターの第2章、詩節39の中に書かれている例え話は、大きな財産を持っていれば小さな損得は気にならないということですが、そういう感じです。そしてそういう状態になった時に、これはどういうことなんだろう。確かに幸せだけど、今まで生活してきたことと何かが違うな、と気になることがあるかもしれません。そういう時にこのヨーガとサンキヤの知識によって、あ、なるほど、今の自分は最高だということに気がつくんですね。サンキヤの知識によって理解することで、心の純粋性と落ち着きを得ることができます。そしてさらにヨーガの実践を通して完全な自分自身になっていきます。サンキヤは知識なので実践は含まれていません。もし実践を望むのであれば、ヨーガに目を向けなければなりません。まずはサンキヤの英知によって心を理知の状態まで高めて、そして次にヨーガの実践によってそれを真我に確立しなさいということです。真我というのは真の我、つまり本当の自分、元々の自分、ピュアな自分ということです。ピュアな自分ではないので注意してくださいね。そしてここで以前の動画でも紹介したダルマの知識が絡んできます。このバガバットギーターの本の第2章、詩節38の後半の部分には、サンキヤの知識をダルマについての知識で補えば、正しく行動する自然な傾向が内面から生じてきます。と書かれています。サンキヤは人生の滅と不滅のダルマ、行動の結果、行為者の本質ということへの理解についての知識です。この知識を得ることで視野が広がっていきます。そうするとあなたの人生はあなた自身にとってもあなたの周囲の人にとってもとても有益なものとなります。そしてさらに自分と他人との関係を理解すれば個人的な利害などを超えていきます。サンキヤの知識によってあなたの行動の結果についての正しい理解が加われば、それはさらに豊かなものへとなっていきます。それはあなたの人生のあらゆるレベルの成長と進歩の助けとなります。そして、そうして成長と進歩を続けていくうちにたどり着くのは、あなたの本質は何者にも巻き込まれないという理解です。それによって心の平静を得ることができます。それはこの世界で起こっているいろいろなことからの影響を超えた罪や苦しみとは無縁の人生です。永遠の自由を楽しむ人生ですね。ヨーガの観点とサンキヤの観点で理解することで、あなたの心は行動の束縛的な影響を超えたところへと高まっていきます。ただこれらの知識を生かすには、超越瞑想の実践は欠かせません。
超越瞑想はあなたの中の至福を増やしていきます。それによってヨーガとサンキヤの知識の理解がスムーズになります。ここで大事なことをあなたにお伝えしますが、もしヨーガとサンキヤの知識だけを学ぶ人と、それを知らずに超越瞑想だけを行っている人がいるとすると、超越瞑想を行っている人の進化の方が格段に早くなります。私のおすすめは、まず超越瞑想を実践して、そしてヨーガとサンキヤ、ダルマの知識に触れることです。それによってあなたの人生はより良いものとなります。はい、今日の動画は以上です。もしあなたがまだ超越瞑想を学ばれていないのであれば、今すぐお近くの瞑想センターで行われている無料の説明会にお申し込みをしていただければと思います。私は群馬オフィスで活動しています。それと今日の動画が興味深かったという方は、ぜひいいねをお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。今日も動画をご視聴いただき感謝いたします。ありがとうございました。